はいどうも。では今回は特に気をつけたい健康の要素5選っていうテーマでお話します。目次としては、1つ目、視力、つまり目ですね。2つ目、歯。3つ目、肥満。4つ目、睡眠不足。5つ目、人間関係っていう構成で、それぞれ、どういう原因で悪化するのか、それを放っておくとどうなるのか、日々可能な対策や予防っていうことに焦点を当てて話していきます。まずは、目次一つ目の視力についてです。人の健康において、視力は非常に重要と。視力が良好であることは、日常生活や仕事において活動的であるだけでなく、安全性や生活の質を向上させる効果がありますと。例えば、今この音声を聞いてくれてる人、試しに両目閉じてみましょうか。で、今後、残りの人生、一生、今みたいにその両目を閉じた状態のまま、日常生活や仕事などできますかって聞かれたら、普通にきついじゃないですか。別に可能か不可能かで言ったら、可能かもしれないけど、相当きついことに変わりはないと。でも、もし視力低下による合併症なんかで、最終的に失明ってことになったら、それで残りの人生を送ることを強いられるわけですね。これだけでも、視力っていうのが健康の要素として、どれだけ重要かってことは、少しは納得いただけるかと思います。で、視力の悪化っていうと、近視、遠視、乱視あたりを連想する人が多いですかね。それぞれの原因としては、長時間のデジタルスクリーンの使用、過剰に目が紫外線にさらされる、過度のストレスっていうような環境要因であったり、年齢とともに目の組織や筋肉が弱まっていく、いわゆる老化が代表的ですね。そして、視力の悪化を放っておくと、例えば日常生活の制約であったり、事故や怪我のリスク、精神的影響っていうような弊害があるだけでなく、緑内障とか黄斑変性症、網膜剥離っていうような合併症のリスクも上がるわけですね。短絡的にその視力が悪くなったから失明に至るっていうのではなく、視力悪化に伴う合併症が原因で基本的には失明に至るってわけですね。我々が可能な日々の対策や予防としては、定期的な視力の診断、適切な照明と作業環境、バランスの取れた食事、コンタクトレンズなどの正しい使用法や目をこすらないようにするといった、言うなら適切な目のケアっていうようなことが挙げられますね。効果不効果。現代社会ってスマホとか PC、タブレットとか、そういうデジタルデバイスがありふれてて、言うなら目を酷使せざるを得ないような環境なわけですね。そういうツールって、便利であることに変わりはないので、その便利さと自分の視力のケア、それぞれのバランスを考えながら便利なツールの恩恵を近寄したいところですね。はい。では次に、目次二つ目の歯についてです。歯に問題がないかってことも健康であるための極めて重要な要素ですね。健康な歯は食事の摂取、会話、自信を持った笑顔など、日常生活における重要な機能を果たしていますと。そして、歯の健康状態が悪化する要因としては、不適切な口内衛生っていうことに、集約されるんですけど、もう少し詳しく言うと、ちょっと汚い話ですけど、歯垢や歯石のたまり、食べかす残り、そして、細菌の増殖が虫歯や歯周病などの問題を引き起こす可能性があると。また、砂糖や酸性飲料の摂取、喫煙、過剰なアルコール摂取などの生活習慣も歯の健康に悪影響を及ぼすわけですね。で、それらの問題を放置すると、ひどい場合、最終的には歯を失うことに至るわけですね。例えば、虫歯が進行して、歯の神経や組織にもダメージを与えて、激しい痛みや歯周病を経て、歯を失うっていうケースですね。日々の対策としては、ほとんど言うまでもなく、適切な口内衛生が重要と。食後に歯を磨くのはもちろん、フロスとかも使うのも大切ですね。あとは、バランスの取れた食事、砂糖の摂取を控える、生活習慣の見直し、定期的な歯科検診あたりも欠かせないですね。はい。では次に、目次3つ目の肥満についてです。これはね、もうパッと見でも不健康そうというか、もうなんなら自分不健康ですよって言ってるようなもんですもんね。肥満の原因は多岐にわたりますけど、主な要因としては、不健康な食事習慣、
過剰な食事量、運動不足あたりが代表的ですね。で、肥満を放置すると、様々な健康上の問題が発生する可能性があるわけなんですけど、特に糖尿病なんかが発症するリスクが高まるってことで知られてますね。いずれにせよ、基本的にはただただ余計なリスクを負うだけっていうことで、やっぱり肥満は避けたいところですね。予防というか対策としては、やはり普段の食習慣や運動習慣、睡眠習慣やストレス管理といった、日々の生活習慣がものを言うわけなので、その点に気をつけるっていうことになりますね。もし、肥満を一発で解消する、特効薬みたいなのがあればいいでしょうけど、現実は、そんな都合の良いものはなかなかないわけですね。はい。では次に、目次4つ目の睡眠不足についてです。これは特に、日本人がちょっと、軽視しがちかなと思うんですけど、やっぱり、睡眠不足だと、なんかもう、しょうもないことでも、なんかイライラしやすいし、注意力散漫にもなりやすいし、ろくなことないんですね。要因としては、普段のタスクのタイムマネジメントが下手とか、ストレスや不安であったり、仕事や学業のプレッシャーなどの心理的な側面が睡眠不足を引き起こすことがありますね。また、不規則な生活リズムやスマートフォンやコンピューターなどのデジタルデバイスの使用による睡眠の妨げなどもありますね。で、睡眠不足を放置すると、注意力や記憶力の低下、反応時間の遅延などの認知機能の低下が起こるんですね。これにより、仕事や学業、何かしらの運転などの日常生活に支障をきたす可能性もあるし、免疫機能低下によって、感染症や疾患にかかりやすくなるリスクを高くもするんですね。対策としては、やっぱり、極端に短いとか長いわけでもない、一定の就寝時間と起床時間を設定し、規則正しい睡眠リズムを保つことですね。睡眠時間の長さでよく言われているのが、理想は8時間、最低6時間ですかね。あとは、実体験も元に言うと、2、30分ほどの昼寝も取るとなおいいですね。また、就寝前にリラックスするための習慣を取り入れる。例えば、入浴やストレッチ、読書などですかね。あとは、睡眠環境の改善も重要と。静かで暗い環境を、快適な温度、そして、快適なマットレスや枕を用意することで、良質な睡眠を促進することができますね。また、スマートフォンやコンピューターのブルーライトは睡眠を妨げるので、就寝前にそういうのを使用する時間を制限するであったり、いっそ、就寝前を一切触らないようにするのが賢明ですね。はい。では、目次最後5つ目の人間関係についてです。やはり、適度な人間関係を維持するってことも健康のために極めて重要と。孤立感や悪い人間関係っていうのは健康を悪化させる原因になることで知られてますのでね。極端な孤独感や孤立感はストレスを引き起こし、うつ病や不眠症などの精神的な問題を悪化させる可能性があると。で悪い人間関係であれば、これもこれで場合によってはストレスや余計なトラブルなど、心身の健康を脅かすだけでなく、自己価値観や自己肯定感を低下させる可能性があるわけですね。日々の対策としては、やはり、最低限の人間関係は構築しておくってことですかね。その時の人選もかなり大事で、普段からやっぱりもうゴミくずみたいな奴らとつるんでると、そいつらの常識が、自分の常識にも悪影響を与えうるので、そもそもの人間関係の人選は慎重にっていうことを頭の片隅に入れておく必要がありますね。はい。とりあえず今回は目次として、一つ目、視力、つまり目、二つ目、歯、三つ目、肥満、四つ目、睡眠不足、五つ目、人間関係っていう構成で話しました。結論というか、まとめとしては、やっぱり、大事なものってのは、それをなくしたり、深刻な状態になってから、まともに認識する。ようやく、事の重大さに気づく。っていうのは、往々にしてあることなんで、それを踏まえた上で、特に、今回挙げた、健康なんかは、その人の積み重ねがものを言うってことも頭に入れておきたいところですね。はい。ということで今回は特に気をつけたい健康の要素5選っていうテーマでお話ししました。ご清聴ありがとうございました。次回またよろしくお願いいたします。